突然ですが、株価と GDP には大きな関係があります。この GDP が6兆円になれば、日経平均は4万400円を超えるとしていて、その6兆円は今年24年末までに達成可能と予測されています。株価は23年12月末時点で3万3464円で終了しているので、今年の年末までに 17% 株価は上昇することになります。長期投資においては、その地域や国の長期的な経済成長が鍵になります。過去の事実は、名目 GDP が高い新興国の株式が大きく上昇していました。未来は誰にも分かりませんが、本日は日本を含む世界各国の経済成長、GDP の歴史と株価の関係を振り返り、2040年までの今後の見通しについてお話しします。それでは本日の動画の内容です。最初に今週の保有銘柄の動き、次に G20 の GDP トップ7の推移、2020年から2040年まで、最後に GDP 成長率と株価の関係を確認。これから20年先も米国最強時代が続くのか、本当に米国一択で良いのかを見ていきますので、ぜひ最後までご視聴ください。本動画が気になった方はチャンネル登録をしておいてくださるようよろしくお願いします。今週の株価の動きです。2週間ぶり12月22日以来の更新になります。年初より今週はアップル株が 7% ほど下落しており、新年早々あまりいいスタートではありませんね。あんたのほとんどの株がアメリカのナスダックやのに、これから下がり続けたらどうするの？下落始まった今売った方がええんとちゃいますか？確かに1月の成績が悪いと、その年の株式の相場良くないようなデータも出ていますが、サラリーマン投資家は慌てず騒がずに非課税限度枠の最後の枠を投資するチャンスだと捉え、長期株式投資家は日々の値動きを無視するぐらいがちょうどいいと思っています。さて、気を取り直して保有している15銘柄の運用額の合計は 21,184 ポンドとなり、2週間前より 0.2% マイナスで40ポンドほど減りました。ただし、円安が進み、円換算してみると、逆に約5万円増の結果で今週は終了しました。次に保有している各銘柄の明細を見ていきます。それでは、保有している ETF8 銘柄とアメリカ個別株7銘柄の運用成績です。まずは ETF8 銘柄ですが、アメリカ、ヨーロッパ、日本は円安の影響で上がりましたが、ヨーロッパ ETF のみ下落し、全体での含み益はプラス 9% 増、合計約2万4000円増えました。アメリカ個別株の株価は下がりましたが、円安の影響で含み益はほぼ変動なしとなりました。まとめですが、ETF 成績は6勝2敗、アメリカ個別株は2勝5敗の結果となりました。このチャートは保有している株式の国別比率で、アメリカに 53%、インドに 23%、ヨーロッパに 14%、日本に 7%、その他 3% になっています。こちらのグラフは国別の運用益の結果です。インドを先頭にアメリカ、ヨーロッパ、日本すべての地域で黒字化を達成しています。まずは GDP 世界の上位7位までの過去の実績および2040年までの予想をグラフにまとめましたので確認していきます。データの出所は IMF 国際通貨基金で、表示通貨は1000ビリオン US ダラーです。期間は2020年から2040年ですが、5年ごとの推移を表示しています。2000年時点でアメリカが1位、国ではありませんがヨーロッパ代表として EU 各国を超えています。その次に日本、ドイツ、イギリス、フランス。23年前は最後尾に中国がつけていました。それでは2000年以降、これらがどう変わったのか、これからどう推移していくのか、しばらくの間画面にご注目ください。
2000年からの GDP 結果と見通しを確認していただきました。このチャートに世界のトップ7についてまとめてみましたので、順番に確認していきます。それでは2000年から2040年までの第1位の移り変わりから再度確認していきましょう。その堂々の第1位は、過去100年世界で不動の地位を確立しているアメリカが2040年まで1位を確保する予想となっています。第2位は EU。ヨーロッパにいますので EU というグループで順位に入れていますのでご了承ください。過去20年はヨーロッパ先進国が2位をキープしていましたが、中国が2010年頃より急成長し、アメリカとの覇権争いを続けている様相です。第3位、EU を除けば世界第2位をキープしていましたが、2010年に中国に追い抜かれ、2030年にはインドが目覚ましく発展を遂げ、日本をかわして世界の3位となる見通しです。第4位はドイツと日本が交互に順位を前後しています。続いて第5位は2010年よりドイツが順位を落としてきています。インドは2025年までに人口爆発の要因もあり、世界の5番目まで順位を上げる予想です。残念ながら日本も順位を落としていくとの予想です。第6位は2005年には中国が1つ順位を上げて6位に、2020年には新興国の代表的なインドが6位に顔を出してきているのが伺えます。2040年にはベトナムと並び注目されているインドネシアが世界トップ7位以内にランクインしています。第7位は20年前までには中国が7番目のポジションにつけています。以降はフランスとイギリスが世界の7位争いをしており、今後20年はその傾向に変化はないだろうとの予測です。数値が小さくて申し訳ないのですが、ご覧いただいた世界の上位7位における過去2000年からの5年ごとの GDP をまとめたチャートがこちら。そしてその期間の各国の代表的な株価指数をまとめたのはこちら。アメリカではナスダックや S&P500 などハイテク系がより株価が上がっていますが、あくまで GDP の経済指標に最も影響を受けると思われる一般的な指数としてダウ平均株価の指数を比較に使っています。次に GDP と株価の5年間の増減をまとめたチャートがこちらになります。それでは簡単に各国の20年の動向を確認していきます。アメリカ GDP は約 15% から 26% の間でコンスタントに経済成長してきたのがわかります。それに対して株価は過去10年間は GDP の2倍から3倍以上に大きく上昇しています。日本の GDP は2005年から2010年は 23% 成長するも、2010年から2015年は逆に 17% 減少するなど浮き沈みが激しく、2009年のリーマンショックからの回復がアメリカに比べてかなり遅れましたが、過去10年間では順調に回復しているようです。中国の GDP は2010年までは 163% の成長を見せていましたが、以降は成長スピードは鈍化しており、株価はその鈍化スピード以上にここ5年はマイナス成長に落ち込んでいます。この中国については個人的に世界と異なる動きをするのではないかと思いますので、別の機会に詳しく取り上げたいと思っています。インドとインドネシアはこのチャートからも最も顕著に GDP の成長に合わせて株価が増えている国だということがわかります。イギリスやフランスの株価はほとんど変化していませんが、イギリスは2016年の EU 離脱の是非を問う国民投票の結果やその後の政治的混乱などの影響を受けています。 EU の株価は下落していますが、これは2008年の世界金融危機や2010年以降のヨーロッパ危機などの影響を受けたためと思います。それでは最後に過去20年間の GDP と株価の推移を確認しますので、こちらのチャートをご覧ください。 GDP が増加すると株価も同じ動きをして、あるいはそれ以上に増加していることが見て取れます。最も顕著なのはアメリカ、日本、インド、インドネシアでした。一方 GDP の伸びに追いついていないのは中国とヨーロッパ諸国となっています。ご覧いただきました通り、アメリカのトップの地位は向こう20年ほどは揺るがないかもしれませんが、 GDP 絶対額では中国は2040年頃までにアメリカに追いつくと予想されているほど市場は巨大です。
調子の悪い欧州もバフェット氏が買いました日本の総合商社が欧州の未来エネルギー関連に長期出資を決めたり、これからの巻き返しに期待できると個人的には思っています。逆に言うと、好調な国がこけた場合に違う値動きをする市場に投資していればポートフォリオ上でのリスク分散になりますので、現在誰も見向きもしていない中国については別動画でまとめたいと考えています。本日は小さな数字ばかりの動画に最後までお付き合いいただきまして大変ありがとうございました。これからも皆様の投資ライフの一助になれるよう動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それでは次回動画でまたお会いしましょう。バイバイ。